こんにちは。そしてアッサラームアレイクン。シドニー在住の日本人ムスリマアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリマの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。これまでのエピソードで何度かイスラムと女性っていうところについてお話をしてきたんですけど、今回も多くの女性に知ってほしいなと思っているイスラム教から見たアダムとイブの物語っていうところ、驚きの女性観についてお伝えしたいなと思います。やっぱりイスラム教女性っていう風に聞くとヒジャブ、ヘッドカバーですねとか厳しい戒律だとか、なんとなく女性が男性よりも地位が下に見られているような宗教だと思われていがちなんですけど、実は正反対なんですね。でそういったところをですね、今回はイスラム教の視点から語られるアダムとイブのお話を通じて解説していきたいなと思います。でまず、多くの方がご存知のアダムとイブの物語っていうのは、だいたい西洋文化の根底にあるキリスト教の聖書の物語だと思います。で一般的に知られている物語では、蛇悪魔がイブをそそのかして、でイブが禁断の果実を食べてしまうと。でイブがアダムにも食べるように勧めて誘惑してしまって、で結局2人とも禁断の果実を食べて、2人は楽園天国を追放されて、人類は現在という生まれながらの罪を、背負うことになった。でキリスト教ではこの罪、人類の罪を、イエス・キリストが殺されてしまうことによって全ての罪をかぶってくださったみたいな、そんな感じの、教えかなと思うんですけれども、キリスト教そこは置いといて、この話の流れからですね、人類の堕落の始まりは女性であるイブの弱さとか誘惑にあるっていうのが、キリスト教世界では歴史の中でそういう解釈がされてきたというような事実があります。でもちろんキリスト教の中にもいろんな宗派とか聖書もいろんなバージョンがあったりするので、全てがこのものをフォローしてるかどうかっていうのは私も分かりかねるんですけれども、大体の大まかな流れとしては、女性であるイブがアダムをそそのかして禁断の果実を食べてしまって、人間は現在持つようになったというのは大枠かなと思います。でここですね、イスラム教のコーラン、クルアーンではですね、この物語が決定的に異なります。イスラム教の教えではですね、アダムとイブは2人とも同時に悪魔からささやかれて、で2人で過ちを犯して、そして2人で神様に許しを請って2人とも許されたというような、お話になっています。でそして何よりこのアダムとイブの過ちが子孫に現在生まれながらの罪として受け継がれるっていう考え方は、イスラム教には一切ありません。なのでイスラム教ではもともと人間誰もがですね、生まれた時は純粋無垢の存在であって、実は人類全員がムスリムとして生まれていると信じています。でムスリムとして生まれているってどういうことって思うと思うんですけど、これは生まれた瞬間はですね、どの人間も神様がいるっていうことをちゃんと知っていて、でただですね、親だったり社会だったりとかっていうところで育っていくにつれて、その純粋無垢だった心がいろんなものに影響されて、違う宗教だったり宗教を持たないとかっていう風に成長していくことが多いというような感じです。ただ人間心のどこかではですね、常に神様がいるっていうことをなんとなく感じている。それをフィトラっていう風にイスラムでは言うんですけど、その感情とか自然に持っている特徴みたいなものなんですけど、人間は全員フィトラを持って生まれてきているというふうに考えています。でイスラム教では例えばキリスト教がイエス・キリスト様が罪を代わりに償ってくれたみたいな言い方ありますけど、イスラムではもう全てその人の責任、自分が罪を犯したらそれは自分の責任っていう形になるので、他の人が代わりに罪を償ってくれるとか、もしくは家族が
例えば自分が罪を犯したら家族もなんか悪くなるとかっていうこともありません。もう完全にイスラムは自分個人と神様の関係っていう一対一の関係というような形になります。で、なんでイスラム教ではイブだけが悪者にされていないのかっていうところなんですけど、ここはですね、クルアンに記載があって、この出来事について全てをクルアンの中では2人で過ちを犯してしまったっていうような感じで書かれているんですね。でちょっと、日本語訳読んでみます。クルアン7章、20節から21節。そして悪魔は彼ら2人の隠されていた恥部を彼ら自身にあらわにすべく2人をそそのかしていった。あなた方の主があなた方にこの木を禁じられたのは、あなた方が天使になるか、あるいは永遠なる生を得る者の仲間とならないようにするために他ならない。そして悪魔は2人に向かってこう誓った。本当に私はまさしくあなた方2人に対する忠告者である。でこの文からわかるようにですね、悪魔の誘惑っていうのは明確に2人に向けて書かれています。2人っていうのがさっきの文で123 4回も出てきています。なのでイスラム教ではですね、女性の方が騙されやすいとかそういったニュアンスは一切含まれませんし、イブがアダムをそそのかしたっていうことも全く書いていません。でイブはアダムの、肋骨から作られたっていう物語、イスラムでも共有はされているんですけれども、イスラム教におけるその解釈っていうのは劣った存在っていうわけではなくって、お互いに安らぎを得るためのパートナーとしてイブが創造されましたという非常に温かいものになっています。でクルアンの、7章189節の抜粋なんですけど、彼こそは一つの魂アダムからあなた方を作り、互いに慰安を得るためその妻を作られたお方であられる。これは神様のことについて書かれています。なので責められるべきは誘惑に負けた人間の弱さではなくって、誘惑した悪魔の悪意が責められるべきことですね。で重要なのは過ちを犯した2人が共に悔い改めたというような事実になってきます。でここで2人が悔い改めたので私たちにその2人の罪が乗っかかってくるっていうこともなく、それは彼ら2人のですね間違いというようなことになるので、私たちには現在という概念はないということですね。イスラム教では過ちを犯した時にすぐに神に立ち返って許しを請うっていうことが何より大切だとされています。でここまで聞くとただ神話の解釈の違いなんじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、この最初の人類誕生の最初の物語の違いっていうのがイスラム教における女性の尊厳とか考え方にすごく大きな影響を与えています。まず一つ目は女性が罪の根源ではないという証明がされていますよね。人類堕落の原因が女性にないっていうところなので、もうこれまでの西洋社会でやっぱり女性が常に下に見られてきたっていうようなところがそもそもイスラム教では存在しません。で2つ目は精神的な平等の保障ですね。アダムとイブが共に過ちを犯して共に許されたっていう事実は神の前で男女完全に平等であるっていうことがイスラムの基本原則を物語っています。で良い行いをすれば報われるし、過ちを犯せば責任を負うというようなことで、男女ここは全く関係がないよというようなのがイスラムの教えになりますね。で3つ目は支配ではなく相互扶助の関係ということです。もしイブがアダムを堕落させたのであれば、男性が女性を管理支配するっていうような関係が、正当化、これまでキリスト教世界とかでは正当化されてきたわけですけれども、イスラムでは互いが相互扶助する、お互いの衣衣服となり助け合い支え合うべきであるっていうふうにクルアンにも記載がありますので、この考えがですね、このアダムとイブのお話からもですね、イスラムにおける夫婦間の基礎が見えてくるかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。
今回はイスラムが語るアダムとイブのお話を通して、その考えの根幹に男女の精神的な平等っていう考えがいかに深く根付いているかっていうところをお話ししてみました。で、女性は罪の始まりではなくって、アダムと魂を分けた片割れでお互いを癒す存在であるっていうことと、神の前で男女の価値と責任は完全に平等であるっていうこと、そして男女の関係は支配ではなく、お互いが安らぎを得るための相互扶助であるっていうことですね。この人類の始まりの物語こそがですね、イスラムにおける女性観の原点となっているかと思います。なんでこんな教えなのにもかかわらず、世界では正反対のイメージの報道ばっかりなのかっていうところなんですけど、やっぱりこれまでのポッドキャストでも何度かお話ししていますけど、イスラム教の教えの多くが現代社会の巨大産業と真っ向から対立することになってしまうので、やっぱりメディアによって意図的にネガティブなイメージが作られているなと思います。で、驚くことにですね、キリスト教の、バイブル、聖典等にはですね、女性が本当にものすごく低い立ち位置というか、びっくりするような書き方をされています。で、コーランを見るとそういったことはないんですけど、キリスト教の聖典を見るとそういうことがあるという、実は矛盾。むしろ全然イスラム教の方が至極真っ当なことを書いているんですけれども、それでも世間のイメージの報道は逆なことが多いっていうことですね。なので、いかに私たちが何も知らずに入ってくる情報で惑わされてしまっているかっていうのがこの物語一つとってもわかるかなっていうふうに感じました。今回の放送を通して、イスラムの教えは男尊女卑とかではなくって平等であり、現在という生まれながらの罪もないというようなところをお分かりいただけていたら幸いです。今回の記事ですね、ブログのイスラムの扉にも、掲載しています。エピソードの概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひ、ウェブサイトの記事もご確認いただければ幸いです。よろしければぜひ番組のフォローもお願いします。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアライクム。あなたに平安がありますように。